こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマゴールデンブラッド第5話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。この第5話はですね、タイ BL でおなじみのキャンプの回でしたね。タイの大学生はよく郊外に行ってそこで、ボランティア活動をするっていうのが定番だそうです。でそれがドラマに出てくるいわゆるボランティアキャンプっていうやつなんですけど、タイ語ではカイアーサーというらしいです。はい。それからですね、この回は特に要約するとみんな顔が近いっていう感じでしたね。はい。サンとスカイもなんですけど、ピッチさんとバンクもね、何かといつも以上に顔が近かった。物理的に。おそらく抑えきれない行為によって言葉よりも先に顔が近くなってしまうんでしょうか、多分。そんな感じでですね、まず、キャンプ場に着いたみんなはおのおの、テントを張ってくださいっていう風に言われるんですけれど、仲良しの同級生の5人組なので、その中でバンク君があぶれてしまうんですね。スカイはもちろんサンと2人でテントを使うし、トクテンちゃんとジュノちゃんはね、女の子2人ですから、それでピッチさんがね、バンクのところに来るのかと思いきや、その場ではみんなと一緒にバンクのことをからかってくるんですよね。なんかバンクがね、怖くて一人では寝られないんじゃないかっていう風にみんなが囃し立てるんですけど、そんな風にみんなにからかわれて、バンクはね可愛い顔でプンスカプンスカしながら一人でテントを張ることになるんですよ。で別に一人で寝れるけど、でも寂しいから嫌なんだよってブツブツ言いながらね。でもそこに、ピッチさんが現れて、一緒のテントになってやろうかって言ってくるんですよね。そうみんなの前では意地悪していたのに、こっそり後でフォローをしに来るんですね。いやこういう作戦なんでしょうね。それでバンクは嬉しいんですけど、でもピッチ先輩ともともとバディだった人は大丈夫なんですかって聞くんですよ。そうするとピッチさんは、俺のバディはお前だよっていう風にしれっと言うわけですよ。いや本当にね、ピッチさんは侮れないですよ。多分最初からバンクと組むつもりだったんだと思うんですよね。でもわざと彼のことをいじめるためにからかったんだと思います。でサンとスカイの方なんですけど、サンがいるのでね、そのテントを張る作業は特に何の心配もいらないんですが、スカイが俺もお前のバディなんだからテント張るの手伝うよって言って、結局2人でね仲良くテントを張っているわけです。でね、その作業の後になんかちょっと顔が汚れているとかなんとか言いながらお互いの顔を拭いてあげたりしていたんですが、いやもうこういう時にね近いんですよ、顔がやっぱり無駄に近い。それにね全然汚れてない気がするんですよ、私の目から見ると。スカイなんてねいつも通りすごい可愛い顔をしてるし、サンはね汗がすごかったけど、どっちにしろそんなに顔を近づけなくても大丈夫だよって思うんですけどね。でもどうぞ続けてどうぞっていう感じですが、はい。で、ボランティアのキャンプなのでテントを張り終わったら、村の仕事を手伝ったりだとか、子供たちと遊んだりとかする、そういうアクティビティがあります。でバンク君はですね、一人恐竜の着ぐるみを着て子供たちと遊んでいるんですが、もうねバンク君が可愛すぎてどっちが遊ばれているのかがわからない。ちょっとサイズが大きめの子供が村にもう一人増えただけなのではっていうね、そんな気もしますが、彼が一生懸命子供たちと遊んでいるところ、ピッチさんがご飯できたよって言って、そのキッズたちをね呼びに来ます。そして、子供たちがわーっと行ってしまった後、
お前もお腹空いて死んじゃいそうだろって言ってバンクに声をかけるんですが、着ぐるみ姿のバンクを見て、ゴジラごっこでもしてたの？可愛いじゃんっていうのもまあ忘れません。ピッチさんなんで。でその後もですね、サンとスカイと、みんな一緒に、サッカーをしているんですけれど、休憩時間にですね、ジュノちゃんがこうすかさずサンにお水を差し出すんですよね。それを受け取ったサンはちょっとこう戸惑って、でさっとそれをねスカイに渡そうとします。すると全く同じタイミングで得点ちゃんもスカイに水を差し出していて、あ、どっちを取るのかなって思ったんですけど、でもスカイは迷わずサンの手からお水をもらうんですよ。いやー、この一瞬でね、特に得点ちゃんとジュノちゃんの空気がちょっと氷点下になってしまった気がするんですが、でもジュノちゃんがですね、気を利かして得点ちゃんの手からさっとお水を取ってまたサンに渡します。いやー、すごい四角関係になってますね、ここは。得点ちゃんはジュノちゃんほどの情熱はなさそうなんですけど、でもやっぱりちょっとはスカイのことが気になるというかね、好意がありそうな感じなので、彼のなんかそういう様子からね、すでにいろんなことを察しているんじゃないかなと思うんですよ。そんなことをしている横で、バンクもですねそこに一緒にいるんですが、またもや誰も自分のことを気にかけてくれないって、ブーブー言ってるんですよね。でもそんなことない、君にはピッチさんがいるじゃないということで、ピッチさんが、バンク君に水をくれるわけです。で、着ぐるみを着たままのバンクに向かって、誰がそれを着たままサッカーしろって言ったんだよって笑うんですけど、バンクの方はですね、あんたがこれを可愛いって言ったからじゃんっていう風に答えちゃうんですよね。いや、ここにもいましたよ、天然が一人。着ぐるみ着てタイの暑い中熱中症にだけは気をつけてほしいんですが、そんなねバンク君の言葉を聞いたピッチさんは照れなのか何なのか分かりませんが、差し出したお水をですね、バンク君に、かけてしまって、いたずらに走ってしまうわけですね。でそれにみんなも巻き込まれてしまって、得点ちゃんたちの変な空気も、ちょっとうやむやになっていきます。そして、いろんな作業が終わると学生たちは村の人から名産品の、なんかハーブのお酒っていうのをもらいます。おそらくねこう普通に売ってるお酒と違って、ちょっとこう癖が強くてアルコール度数も高そうなお酒でして、得点ちゃんとかはね、ちょっと私は遠慮するわっていう感じだったんですけど、でもこう周りのみんなはですね、サンにぜひこれ飲んでみろよっていう風に言うんですよね。でもサンってこれまでお酒を飲んでるシーンってなかったじゃないですか。でやっぱり普段からお酒を飲まない人みたいなんですが、それはね、彼がボディーガードっていうこともあって、酔っ払ってしまったらね仕事ができなくってダメなので、飲まないんだろうなって思うんですけど、でこの時もね、もちろん断ろうとはしたんですが、その周りからこういう風にね勧められて、変にここでね断るのも変だっていうことでちょっと困ってしまいます。でそれを見たスカイが、代わりに自分が飲むよって言って一旦は引き受けるんですけど、でもやっぱりそのハーブのお酒のなんか香りなのかアルコールの強い感じなのか分かりませんけど、ちょっとこうっていう顔をしてしまうんですよね。でそれを見たサンがやっぱり自分が飲みますって、お酒を奪い返して、ほぼ一気飲みをしてしまうんですよ。これがね事件の始まりでしたね。おかげでグデグデになってしまったサンは、そのまま、夜のキャンプファイヤーに突入してしまいます。で普段の様子からはねもう全く想像できないくらいこうノリノリで大騒ぎをしているサンを、スカイも初めのうちは楽しそうに眺めているんですけど、そこにね、こちらもお酒の力を借りたジュノちゃんが割って入ってきてしまいます。
で彼女はなんとかこのキャンプでサンとの距離を縮めようと頑張っているわけですよ。で、酔っ払い同士くっついたりとかして、まあね、サンは多分ほとんど意識がないんですけど、それを見たねスカイの顔は明らかにこう引きつって不機嫌になっています。それでね、見かねて、ジュノちゃんを無理やりひっぺがしてですね、サンのことを連れて行ってしまうんですね。で、こう普段とは逆になってるわけですが、スカイとサン、なんとかサンのことを水浴び場に連れて行って、彼の酔いを覚ますべく、頭に水をかけたりとかしてね、こうスカイがサンのお世話をするんですよ。でね、割とねスカイはこういうの嫌いじゃないタイプじゃないですか。お世話したりするのね。で、あれこれやりながらも、お前って酔ってると可愛いよなとかって言いながら、こう、二人でね、イチャイチャしてるわけですよ。だけど、ふと、そこで真剣な顔になったサンがですね、スカイに向かって、じゃあ僕のこと好きですかって聞いてくるんですよね。すごいね、大きな目で見つめながら。で、今回のテーマではないんですけど、顔が近い、めっちゃ顔を近づけながら僕のこと好きですかって聞いてしまうわけです。で、そんな急展開にですね絶句してしまったスカイはその言葉には答えず先にテントに戻ってしまいます。で、一人になって、サンはシラフだったのか、それともまだ酔っ払っていたのかっていうことをですね、ぐるぐると考えてしまうわけです。で、そこにね、サンも戻ってくるんですけれど、割と普通な感じでいるわけですよ。で、坊ちゃんもう寝ますかとかっていう風に聞いてくるわけです。で、寝るって言いながら、スカイとサンはね、こう隣同士で就寝しようとするんですが、でもやっぱりサンはまだちょっとこうボケボケしていてですね、結局さっきの言葉の真意っていうのは、誰にもわからないままなわけですね。そして翌朝になってみると、サンはまだちょっとこう二日酔い気味なんですが、別に自分はアルコールに弱いわけではなく、飲み慣れていないお酒だったからっていうような言い訳をしています。で、スカイがね、あれは俺のために飲んだのかっていう風に聞くと、あなたの代わりに飲むべきだと思ったので飲みましたっていう風に言うんですが、そうするとね、スカイはじゃあそのおかげで、代わりに俺がお前のお世話をする羽目になったけどなっていう風に、なんかこう仲良く和やかに二人でいるわけです。ですがね、そこに得点ちゃんたちがまたやってきて、ジュノちゃんがまたも、サンにひっついてくるわけです。で、昨日のサンはすごい可愛かったねって蒸し返してしまうわけですよ。で、そのことをあんまり覚えていないサンは戸惑っているんですけれども、スカイの方はねまた嫉妬で不機嫌になってしまいます。で、そのままなんか勢いでね、スカイはその日のスケジュールを変えてしまうんです。スカイはその得点ちゃんと一緒に子供たちの英語教室をやるって言い出して、それじゃあっていうことで、ジュノがサンと一緒に荷物運びをすることになります。こんなね4人のやりとりの裏で、ピッチさんとバンク君も何やらね2人で仲良くやっています。まずバンク君はですね、また今回も二日酔いに苦しんでいるんですが、ピッチさんが介抱してあげるという、いつものパターンですね。ですがピッチさんの方はさすがというかなんというか、サンとスカイの関係がちょっとおかしいぞっていうことにもう気づき始めているんですね。昨日の夜の2人の様子、何やらただごとではないっていうことで、バンクに言うわけですよ。サンがスカイのことを気にかけるのはまだわかるんだけど、昨日はスカイがサンのことをジュノから引き離していたわけじゃないですか。それってどういうことなのかっていうね、ただの親戚じゃないだろっていう風に
名探偵ピッチさんは思うわけです。それで、バンクと2人で、サンとスカイのことを探ってみることにします。一方、サンとジュノ、そしてスカイと得点で、ペアになって活動しているんですけれど、ちょいちょいやっぱりお互いのことを見ては気にしているサンとスカイがいじらしいですね。で、スカイと得点は子供たちに英語を教えていて、ちょうどファーザーとマザーっていう単語を教えたところで、お決まりですが、子供たちからね、2人は恋人同士なのっていう風に林立てられてしまうわけです。得点ちゃんは私たちはね友達なんだよっていう風に交わすんですけれど、ちょうどそこにサンとジュノが通りかかるんですよ。で、スカイはそれを見て、子供たちに向かってね、今は友達同士だけど将来はどうなるか分かんないなとかって言っちゃうんですよね。これはね、明らかにスカイの、嫉妬心だと思うんですけど、サンに聞かせるために言ってるわけですよね。で、得点ちゃんも多分気づいてるんですよ。だからすごい複雑な顔をしてるわけですね。彼女がもっと単純な子だったら、スカイの言葉にね、今私口説かれてるのかなっていう風に思えたかもしれないんですけど、でもどうもスカイの気持ちは私の方には全然向いてないぞっていう風に気づいているんですよね。で、サンの方はですね、スカイのそんな心の中を理解しているのかどうか分かりませんが、作業の合間にですね、一人の男の子を見つけてしまいます。その子は孤児で、そのことを理由にですね、友達からも仲間外れにされていて、彼のことを引き取った親戚もその彼のことを気にかけている余裕があんまりないっていう状況みたいなんですね。で、そのことを知ったサンは多分自分の過去と彼を重ねてしまって、彼のことをね抱きしめて慰めてあげるんですよ。で、サンが孤児っていうのは結局こうやってみんな孤独になってしまうんですっていう風につぶやいているのを、スカイが影から聞いていました。で、サンはそのことについて気にしないでくださいっていう風に言うんですけど、スカイはサンに向かって、よく聞けっていう風に話をするんですね。お前は確かにかつては一人ぼっちだった。でもこれからは何があってもお前には俺がいるんだ。このことを絶対に忘れるな。忘れたら殺すからなって言って、スタスタと言ってしまうわけですね。いや、こういうところは本当にかっこいいんですよ、スカイは。なんかこのやりとりのおかげでね、2人の間の変なわだかまりはちょっと解消されたのかなっていう感じですね。で、一方ピッチさんとバンク君なんですけど、そんなスカイたちをずっとね尾行しているんですよ。尾行されているってことはですね、サンにはもちろんバレバレなんですけど、で、サンは理由はよくわからないんだけど、なぜか怪しい行動をしている2人を懲らしめるために、茂みに潜んでいた2人に背後から多分近づいていって、アリの巣、ですね、土の中にあるんじゃなくて、多分木の枝に巣を作るタイプのアリなんだと思うんですけど、そのアリの巣をですね、ピッチさんの背中にペッと投げつけてですね、で2人をちょっと懲らしめるわけです。で、もちろんね、それは2人にはサンがやったっていうことはバレてないわけですけど、で、アリに噛まれちゃうって言って焦った2人はですね、そのまま近くの湖にダイブしていきます。ここでね、私たちはもしアリの巣をぶつけられるようなことがあったら、とりあえず水に入ればいいんだっていうことをね、学べたわけですが、おそらくほとんど必要のない知識だったかもしれません。でもその水の中でもかゆいかゆいって言っているバンクのシャツを、ピッチさんがね脱がせてあげたり、そうかと思いきやなんかどこかにぶつけたのか
鼻血を出しているピッチさんをですね、バンク君が心配したりして、こちらもですね、やはり謎に顔が近い。なんかめっちゃ近い。これ予告の時は何のシーンなのかと思ったらね、そういう間抜けなシーンだったっていうことが判明するんですけど、はい。まあこのね、二人もね、サンとスカイのことに構っていないで、早くこちらもどうにかなってほしいですね。うん。で、2日目の夜はですね、昨日みたいにお酒で大騒ぎする感じではなくて、なんかちょっとしっとり系でしたね。で、ジュノちゃんがちゃっかりサンに歌をリクエストしていて、サンはまたもこう困った状況になるわけです。で、スカイはそれにどう反応するのかと思ったらですね、お前の歌を聴きたいのは何もジュノだけじゃないんだぞと。俺も聴きたいから俺のために歌ってくれよって言い出すんですよ。もう完全にね、スカイはジュノちゃんを出しにしていますよね。さすがです。まあそんなことをですね言われたら、サンは断れないわけです。で、もうねしっかりとこうバラードを歌い上げてしまいます。で、その歌ってるサンの目にはもちろんスカイしか映っていません。まあそんなこんながありましたが、まだまだ諦めないジュノちゃん、ちょっとねもう彼女がね、まあいい子だしけなげだしで、なんかすごいこう報われてほしいとは思うんですけれど、まあそれはさておきね、彼女はまあ最後のチャンスということで、サンのことを星を見に誘おうとするんです。で、特典ちゃんを連れて、彼らのテントに、行って声をかけるんですけれど、中からは何も返事が返ってきません。で、まあジュノちゃんたちも仕方なく諦めて帰っていきます。ですが、まあ実はね、サンとスカイはジュノちゃんたちに声をかけられる前にすでに二人きりで、星を見に行っていたわけですね。こう湖に浮かべたイカダの上に乗って、星を眺めていました。その素晴らしい満天の星空を見て、まあスカイは自由をかみしめているわけです。で、サンの方はね、まあお父さんのいる実家を思い出すんですが、スカイ曰くこっちの方がいいらしいです。その実家にいる時はそのスカイはいつもお父さんに見張られていて息苦しかったと。だからバンコクの大学に進学したんだけど、その今はねとにかくこうして星を見られてすごく幸せだっていう風にサンに言います。まあそれがねどれくらい深い意味を持つのかは分かりませんが、まあとにかくこう二人きりで星を見てですね、とってもいい雰囲気なわけです。まあ今回は敵に襲われることもなくすごくいい感じだったわけですが、来週はね、まあ予告を見る限りおそらくまあ大変なことになるわけですよ。多分サンがですね、ボディーガードと、まあ、その主人っていうその身分を超えられないっていうようなことを言ってですね、スカイと大喧嘩になるんでしょうね。酔っ払った時にねこう本心をちょっとこう言ってしまった手前、スカイの方ももう後には引けない感じになってきてると思います。果たしてサンはボディーガードっていう仕事とその自分の気持ちとどうやって折り合いをつけるのかっていうのが、まあこれからの問題ですね。そんな感じでまた次回も楽しみに待ちましょう。最後まで聞いていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。